皆さん、こんにちは。チャプターズブックストア書店主の森本萌乃です。この動画は2025年最初の動画になるのかな？今年も皆さん1年よろしくお願いします。で、楽しい本と書店員ね、今年も本の紹介と私たちの日常をね、読書と一緒に楽しんでる雰囲気を出していきたいなと思うんですけど、この動画ほんとね、申し訳ないんですけど、一発目にね、本関係ないです。私が年末に、訪れたフランス、特にパリですね、の様子を振り返りながら思い出話でもしようかなと思って動画を撮り始めました。なんか私旅先での読書が趣味で、毎回思い立ったように本をたくさんトランクに詰めて、一人旅に出かけて読んで年間の読書をね、消費しているんですけど、ね、贅沢な趣味ですよね。でもね、今回ちょっとパリ楽しすぎて、全然本読まなかったんですよ。今回はお友達もいたし、家族旅行もあったりして、アートに触れる方が多かったですね、本より。そんな旅も久しぶりだなと思って、今日はせっかくなので、そのフランスの楽しいお得情報と思い出をみんなにも発信できたらと思いました。はい。そして、私事なんですが、昨年末にフランスで結婚しました。はい。で、生活は何も変わらず、彼はフランスに住んで、私は日本に住んでということで、行き来することがこれから増えるかなと思います。なので、YouTube も本を読んで、フランスの風景とともにレビューしたり、飛行機の中で読んだ本の紹介をパリとか東京でしたり、もう少し世界の風景も皆様に見せれるような、そんな動画をも増やしていきたいと思います。楽しい本と書店員とパリとかにしようかと思ったんですよ。ななみちゃん大混乱みたいなね。はい、そんな感じで、パリはもともと好きな国でしたし、これから、結婚したこともあってもっと身近になっていく気がするので、パリの話も時々入ってくるかなと思います。で、今日は私のそんなフランス・パリの思い出とおすすめ情報を、おすすめお買い物編とアート・エンタメ編とグルメ編、この3つでちょっとやってみようかな。これね、飲んでる紅茶と、あとクッキーもフランスの自分へのお土産です。このね、マリアージュのマルポール美味しいですよね。これ、すごいのが、飲んだ後にもお家の中が少しいい香りがまだ残っていて、その香りの美しさにすごい酔いしれてるっていうか。あとクッキーはこれ、日本まだ発売してないんですけど、お店屋さんも日本人いっぱいいました。オアラーヌ。ね。このクッキーってぐらい、もうすごい軽やかで、気づいたら一人で行っちゃうんですよ、1日とかで。だから危ないと思って、ちょっとお皿にね、小分けして食べるのがコツです。何のコツって感じですけど。それではちょっと振り返ってみたいと思います。まずファッションか。はい。フランスってセールを謳っていい時期が国で定められてるんですよ。ブランドを守ろうという国の方針で、どこもね、ブティックは大掛かりなセールはね、2回しかやらないんですよ。ね、素敵なルールですよね。なので普段普通にフラッとブティック行くと、高いみたいな。しかも加えて円安でお洋服買うのすごい難しいんですけど、そんな中で街中にね、ポツンと、そしてひそやかにアウトレットがあるんですよ、時々。それをね、みんなに紹介したいと思います。一つ目が、サンドロ。で、これはトレンド感と、あとは上質な生地だったり素材感を大事にしている大人気のアパレルブランドです。で、ここのサンドロも普通に買うと、例えば400、500ユーロするようなコートが半額だったりとか、ワンピースとかもすごい可愛くって、私このサンドロのアウトレットを見つけた時に、パリに来るのがもっと楽しみになりました。ここはよく似てます。で、もっといいのが、その隣にもアウトレットがあって、これがクラウディ・ピエロっていう、これまたフランスのブランドのアパレルのアウトレットになってます。こっちもね、すごい、これ私今回ワンピース買おうかなと思って、ギリギリまで悩んで、ちょっと金額的に諦めたんですけど、本当にこの2つね、お洋服可愛くて、いつ行っても、手が届くわぐらいの価格帯なので、みんなぜひ行ってみてほしいなと思います。見過ごしちゃうぐらい普通の佇まいなので、お店がアウトレットとかって歌ってないので、それもそのパリの街並みに溶け込んでて粋だなと思いながら、みんな見逃さないように行ってみてください。で、あとは私が大好きなブランドがあって、リンバウローラっていうブランドが私はお洋服は大好きです。これスペインのブランドで日本未上陸なんですよ。で、私は本当にセールとかパリに訪れるたびに結構買ってしまう。ポップで
ちょっとデザイン性の高いものが多いです。これ日本上陸してほしいような、私だけの楽しみにしたいような感じなんですけど、人と服かぶりたくないわとかっていう女の子はぜひちょっとビンバウローラ行ってみてください。小物も可愛くて、ポーチとかキーホルダーとかも5、6千円ぐらいの価格帯であるので、なんかね、はげないすごく高級感あるし、お土産とかにもいいかも。はい。この3つ私すごい好きですね。で、あとはこの通り沿いにフレグランスブランドのエステバンもあります。エステバンといったらチャプターズで時々お香とかギフトでそうやってお届けすることがあるんですけど、本当にね、いい香りでコスパいいんですよ。ちょっとお手頃プチプラで、なので日本でも買えるけれど、フランスで友達のお土産とか買うのすっごいおすすめです。香りってさ、1個買うとそれずっと使い続けなきゃいけないって結構最初買うのプレッシャーじゃないですか。エステバンぐらいの価格帯だとポンポンポンって買って好きなの選ぼうっていう風にできるので、いろいろ買って試して好きな香りをリピートしていくみたいな風に楽しむのもいいんじゃないかなと思います。あとは香りだとディプティックとかイソップとかもあって、ここでお買い物完結するんですけど、本当にね、このアウトレットを見逃しちゃうんで、ぜひ行ってほしいなと思います。お買い物そんな感じかな。続いてアートエンタメ編か。そうだ、アートは今回シャトー・ラコストっていうプロバンス地方のワイナリーとアートが合わさった複合施設に1泊2日で行ってきたんですよ。もうこれが素晴らしくて、もうこの気持ちを誰かに話したいから YouTube 撮りましたなんか何が良かったって、美術館とかで展示したら長蛇の列で大盛況で、もう人混みの中見なきゃいけないような作品がポツポツポツってあるんですよ。で、私今回家族と行ったんですけど、私たちが泊まったお部屋もルイス・ブルジョワって今ちょうど森美術館で展示やってるフランスのアーティストの絵が両サイドに原画ですよあったりして、私美術館で眠れるのかなってぐらいにお部屋の一つ一つのアートもこだわってて大変感動しました。あとはちょうどダミアン・ハーストって商業的にも最も成功している現代アーティストの一人と言われてますけど、そんなダミアン・ハーストの個展も私行った時、私と家族しかいなくて、こんな環境で見させてもらえるなんてってもうとんでもなく贅沢な時間でした。私は現代アートすごく好きなので大興奮で、両親は特にねアーティストあんま知らないのでそれすごいことなのとか言いながらみんなで見て回って楽しみましたね。で、このシャトー・ラコストにあるビラ・ラコストっていうお部屋に泊まったんですけど、これもね高いんですよ。勇気出してでも一泊しようって言って行ったんですけど、家族で本当にいい思い出になって、でそのビラ・ラコストに泊まると2時間のプライベートアートツアーがついてくるんですよ。超知識豊富なガイドの子がたくさん説明してくれて、最高な散歩というか本当にいい時間でした。これ家族と行ってもいいし、恋人と行ってもいいし、あとはアートが好きでももう一人の友達はワインが好きとかで行っても2人とも興奮できる場所があるからすごいいいと思いました。勇気出してビラ・ラコスト泊まってよかったです。もう最近使ったお金で一番いい使い方だったんじゃないかな。はい、一緒に行ってくれた両親に感謝です。これね、行くのすごい難しいんですよ。マルセイユ空港からも遠いし、どこから行くのも遠いからめがけて行かなきゃいけない場所です。で、それ以外何もないから旅行ってあれもこれもしたくなるけど、本当にそれしかできなくて多分諦めてるって人も多いと思うんですけど、シャトー・ラコスト1泊もうないしは2泊とか3泊とかしてもその中だけで楽しいこといっぱいあるので、お食事屋さんもいっぱいあって、旅行先検討してる方、もうフランスちょっとパリは割と行ったから別のとこ行ってみたいなって方とか、あとは新婚旅行もいいかも。おすすめです。シャトー・ラコストぜひ行ってみてください。で、あとは、私はそのラコストに行く前にアルルによってそこで見たゴッホ財団美術館もすごい良かったですね。ゴッホって生前1枚しか絵が売れなかったんでしたっけ。結構不遇なアーティストで知られてますけど、そんなゴッホ財団美術館が展示するゴッホの絵ってこの時期1枚だけだったんですよ。それ以外は本当に若手アーティスト、私よりも若いようなアーティストさんのゴッホイエローっていうね、黄色、ゴッホの有名なゴッホイエローをどうやって自分で解釈するかっていうテーマのもと、それぞれがこうクリエーションを発表していて、
この若手をちゃんと支援する、そのゴッホのような風な天才をきちんとサポートしていこうっていう財団の心意気も見えて、とても素敵な美術館で展示も分かりやすくて素晴らしいなと思いました。久しぶりに出会って私アートブック買っちゃったもんな。私が行った時ちょうどこれやってたんですよ。ザ・ハイイエローっていうね、ゴッホイエローをどうやってみんな解釈するかっていうね、アートブックは好きだった作品見てもう一回読むと勉強になって、次美術館行った時覚えてるんで、すごい良かった時だけ買うんですけど、今回買っちゃいましたね。行ってみてくださいって、そんな軽く行けるとこじゃないんですけど、でもアルル立ち寄ったらゴッホ財団美術館はゴッホの絵が1個しかないっていうので諦める方も多いんですって。すごい良かったんでおすすめです。アルル行ってシャトーラコストは全然行けるプランだったからおすすめかも。で、あとはそうエンタメで行くと友人がフランスに来てたので、みんなでディズニーランドパリに行きました。ディズニーランドパリもめっちゃ楽しかったんですけど、私がねチケットを買う担当だったんですよ。で、電車に乗ってみんな楽しみだねって送った朝10時半、全然返事が来なくて、あ、私もしかしたら初の一人ディズニーかもっていうのを一瞬覚悟して、シュールで一人で笑っちゃいました、電車の中で。でも結局みんな1本遅れぐらいの電車で来て、みんなでディズニーランドパリのゲートをくぐる瞬間がみんなで来れたっていうなんか嬉しさがめっちゃありましたね。で、中は東京よりもよっぽどちっちゃくて回りやすかったです。公園みたいな、ちょっと豪華な公園みたいな感じでした。乗り物もね若干違うとこあったりして、私カリブの海賊船とイッツ・ア・スモール・ワールドに行ったんですけど、ちょっとした日本との違い、これが一緒だここが違うとかって見るの楽しかったです。あとは感じたのが東京ディズニーランドのショーとグッズのクオリティの高さ。ショーはもちろんすごい楽しかったんですけど、東京のショーってのはちょっと泣きそうになるじゃないですか。そのパフォーマンスのレベルの高さとか構成の美しさとかこだわりみたいなことは、なんか東京ディズニーランドすごいなって勝手に誇らしくなりました。あとグッズもかなりオーソドックスなもの、ミッキー、ミニーみたいなのが多くて、東京ディズニーランドって季節性とか珍しいキャラクターのグッズとかをいろんなものを作ってるじゃないですか。あれに慣れてたから、グッズ少ないなと思っちゃって、東京ディズニーランド行きたくなりました。細部にこだわりを宿らせるの日本人得意ですよね。なんか、日本いいなとかって思っちゃった。海外ってなんかそういうのいきなり主語大きくなって日本誇らしくなったりするっていう謎現象が起きますけど、そんな感じかな。あとはグルメ編か。グルメ編はこのポアラーヌのクッキーね、これはぜひ皆さんお土産にもおすすめなんで悩んだら買ってくださいで、あと今回台湾系のイギリス人のお友達に教えてもらったビンスットっていうお茶屋さんにすごいハマって2回行きました。ここのほうじ茶ミルクティーヨンヨンユンユンみたいな名前、ユンユンかながすごい美味しくて、コーヒーでもミルクティーでもホットチョコレートでもなくユンユンにハマりました。ビンスットすごい美味しかったし、お店も可愛くて、店員さんが何カ国語喋れるのってぐらいいろんな言葉使っててかっこよかったです、女の子。ビンスットはパリの街の中にど真ん中にね結構あるのでおすすめです。あとはグルメ編最後はパリに住むレバノン人のお友達がいて、いつもすごいよくしてくれるので、今回はちょっと時間もあったし、私がお食事作るよって言って鍋をしました。鍋 in パリが今回かなり思い出深いかな。私全然料理できないのにガスコンロとジャパンスーパーでネギとか白菜とか買って大荷物でレバノン人のお家に行って、でみんなで鍋をつつくっていうとてもインターナショナルな鍋をして、みんなが喜んでくれたのがすごい嬉しかったです。日本から持ってってよかった鍋キューブ。鍋キューブめっちゃ優秀です。あんなちっちゃいのにすぐ出汁出て、あれにお野菜入れてグツグツするだけで、もうふるさとの味ってなる。鍋キューブ絶対これからも旅持ってこうと思いました。で、今回イスラム教のカップルだったので、豚は食べられないから牛肉とラム肉をメインにみんなで鍋したんですけど、薄い肉をフランスで見つけるのすごい難しいと思ってたら、中華系のスーパーに冷凍で売ってて、それ見つけたのが今回超嬉しくて、これから鍋できるじゃんっていうね。鍋キューブと
中華スーパーがあればもう完璧ですね。もうヨーロッパの生活余裕だって思って。で、これから多分行くの増えるけど、今回自信が湧きました。そんな感じかな。とにかく今回は結婚ね、するっていうので、どんな心境になるかなと思ったんですけど、普通に日常で。で、帰ってきたらやっぱり相変わらず仕事が楽しくて、読みたい本がいっぱいあって、お客様に次は何しようって企画を考えるのが楽しくて、なんか変わらないなと思いました。でね、チャプターズって、本を通じて恋を届ける、恋する書店を歌っている中で、私は今恋を見つけて結婚したんですけど、よりね、みんなの恋を応援したくなったというか、私はこのサービスで出会いたかったのに、このサービスじゃないところで出会って結婚したんですけど、その分、みんなが出会えるようにもっともっと工夫をしていきたいなって思って、2025年もチャプターズのお客様、そしてこれからね、登録考えてる人たちは、ぜひ、ちょっと不確かなサービスですけど、信じてみてくれたら嬉しいです。で、パリの動画は、こんなの見たいですとかあったら頑張って撮るんで言ってください。パリの本屋さんとかね、撮影していいのかな、やってみたいし、パリで、でもね、読まなかったと言いつつ、女の国会、新川ホタテさんのがめちゃくちゃ面白かったんで、それのレビューは興奮気味に撮ったので、近日公開したいなと思ってます。はい。あと、パリ卒業旅行行ってね、行く子とかいるのかな、ここからこの冬。そんな子たちが、サンドロのアウトレット行こうとか思ってくれたら嬉しいな。あんまりね、アウトレット情報出てないのよ、本当に。だからちょっと伝えたくて動画を撮ってみました。はい。それでは私もお願いします。また次の動画で会いましょう。失礼します。ほんとごめん。全然本関係なくて。